皆さんこんにちは。アンの茶道生活へようこそ。本日は6月初旬、爽やかな風が流れるそんな日に行われた正午の茶事のご案内です。私は水屋で裏方のお手伝いをしながら、その目線で茶事の様子を伝えてまいります。寄り付きの床にはかがり火の色紙、床柱には腰みのがかけられました。正客が座る位置の目印にタバコ本を置いておきます。夏の正午の茶事は食事から始まります。本日はお料理屋さんとの共同企画ということもあり、お客様にはお店の方で茶会席を召し上がっていただきます。ハモの落としやイサキの利休焼きなど、季節の食材が彩りよく盛られています。メニューは茶事の亭主が料理長と相談しながら決められたそうです。お食事を終え、寄り付きにて白湯で喉を潤していただきます。その後、路地の風情を楽しみながら、外腰掛けにて亭主の迎えつけを待ちます。準備を整えた亭主が迎えに来られました。正客から順につくばいを使って手を洗い、口をすすぎ、身を清めていきます。そしてにじり口を使って茶室に入ります。床の間には水上清々たる緑の掛け軸。皆様が床の間と手前座を拝見し終えた頃を見計らって、亭主が襖を開け挨拶を交わしていきます。続けて炭手前の始まりです。風呂の季節は気温が上がっているため、お客様は定座でその様子を拝見します。炭を継ぎ終え、釜を戻して釜蓋を清めます。炭取りを水屋に持ち帰り、座履きで道具畳を清め、亭主は水屋に下がります。正客から香合を拝見し終えると、亭主が再び茶室に入り、香合の風折れ烏帽子について紹介をされました。炭手前を終えると、おもがしをお出しします。亭主の趣向を受け、今回は練り切りのかがり火です。野菜の天然色素を使ってお作りしました。お菓子を召し上がられた後、お客様は一度茶室を出て、腰掛け待合で小休止をいたします。その間、亭主は床の間のしつらいを変えて御座の準備です。床の間の軸を外し、鵜飼提灯が下げられました。床畳の上には菊に紫陽花など季節の花が入れられました。風呂の横には青もみじの水差しと茶入れを飾り、御座が整いました。亭主はドラを鳴らして席入りの案内をいたします。お客様は再びつくばいを使って心身を清め、2度目の席入りです。改められた茶室の床の間と道具を拝見し、定座につきます。茶事の面である濃茶の時間となりました。亭主がひしゃくを二置きに預け一礼し、お客様はそれを受けて送礼します。ここから濃茶が練り上がるまでの間、茶室は静かな緊張感に満たされ、一番に目線が注がれます。
コロナ禍の中、一碗ずつお出しする格服立てが続きます。皆様が香り高く甘み深みのある濃茶をゆっくりと味わい、至福のひとときを過ごします。まさに一座建立です。そして続けて薄茶を差し上げます。まずはお楽にどうぞとタバコ本を正客の前へ。そしてコロナ対策により命名皿で東をお出しします。ここから静粛な空気が一転して和やかになります。薄茶で使う茶器と茶碗は濃茶で使うものと異なります。それらを入れ替えて、亭主はまず正客のために薄茶を一服立てられました。次客以降は私が代わってお茶を立てていきます。この間、正客が連客を代表して亭主にいろいろ話を伺います。本日のテーマの鵜飼について、またそれにまつわるお話や本日の出題など、心弾む門徒が続きます。鵜飼とは、鵜を巧みに操って川にいる鮎を取る漁法のこと。岐阜県の長良川ではこの鵜飼が今日まで1300年以上も続いています。そんな鵜飼にまつわるお道具組を寄り付きの床の間から始まり、香合、花入れ、茶杓に抹茶碗、お菓子にと趣向を凝らし、亭主はお客様をおもてなしします。その心尽くしをお客様も感じ取られました。また玄関に飾られたくす玉にも質問があり、亭主からはコロナ禍の中、皆様の無病息災を祈って薬草を集めて作ったものと説明がありました。くす玉は平安時代に邪気を払うまじないから始まったもの。初めて見る方もいて大変興味深い様子でした。本日の茶事における亭主の細々な心入れに皆様堪能されたご様子。一期一会の余韻を名残惜しみながらお客様は茶室を後にしました。そして亭主も送り礼で見送ります。お客様を見送った後、路地傘と路地下駄を使って小雨が降った想定の動画を撮ってみました。実は今日雨が降る可能性がありました。利休七徳という茶人の心得の中に、降らすとも傘の用意とあります。自身が準備を万端に整えるだけではなく、相手に余計な心配をさせない心構えが必要だとの教えです。路地傘はつくばいを使う人のために、後ろの人が傘を支え持ちます。その思いやりの心が雨の中で美しく映えるのではないでしょうか。皆さんいかがでしたでしょうか。茶事の基本とされる正午の茶事。これまでにご紹介してきたように、正月を祝う初釜の茶事、節句を祝う茶事、花見の後の茶事などテーマに合わせ、いろいろな楽しみ方ができると思います。日本流の最高のおもてなしをこの動画で楽しんでいただけたら嬉しいです。そしてよろしければグッドボタンとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。